こんにちは、イエモンガジェットチャンネルです。今回の動画は僕が M1MacBook Air を約半年間使った感想をお話ししたいと思います。その前に僕が M1MacBook Air を手に入れた経緯を簡単にお話しさせてください。僕の M1MacBook Air は Apple のサイトで整備済み品として売られていたものを購入しました。スペックはメモリ 8GB、ストレージが 256GB の最安モデルでしたが、税込み約97,000円と新品を買うよりだいたい1割ぐらい安く買うことができました。Apple では時々整備済み品として中古品を販売してるみたいですが、完全に新品じゃなくても平気な人なら整備済み品の購入はかなりおすすめだと思います。では本題に入りましょう。まずは性能面。僕の場合、動画編集をこの M1MacBook Air でやりたいと思って購入したんですが、トランジションやエフェクトなどが少ないものであれば、動画編集はほぼ快適に作業ができると思います。この辺ちょっと表現が難しいんですけど、4K60fps の動画でエフェクトがモリモリにかかったテロップがたくさん入っていたり、カラーグレーディングなどをしっかりやった動画を作るには M1MacBook Air ではスペックがちょっと足りなくなってくると思います。まあそういう方は初めからもっと上のグレードの Mac をお持ちでしょうから、そういう部分では M1MacBook Air はエントリーマシンという言い方をした方がわかりやすいかもしれません。逆にブラウジングなどの普段使い程度ならオーバースペックと言っていいくらいサクサク動作してくれます。そんなにいいんだったら自分も買っちゃおうかなって思った方いらっしゃいますよね。そんな方のために一つだけアドバイスさせてください。もしこれから M1MacBook Air を買おうかなと思っている方がいらっしゃるならば、メモリはなるべく 16GB のモデルを買った方がいいかもしれません。Windows と違ってメモリが足りなくなったらメモリだけを増設したりということができないので、最初からある程度有り余るくらいのスペックを選んでおいた方が後々後悔しないと思います。次に、すでに Windows をお持ちの方が気になる Windows との違いについてお話ししたいと思います。Mac の購入を検討されている方が一番気になる部分かと思いますが、結論から言うとしばらく使ってると慣れてきます。特にキーの名称、コントロールキーがコマンドキーといったように Windows と違うことに最初は戸惑うかもしれませんけど、使い込んでいくうちに自然と体が覚えていくと思います。ちなみに僕は正直まだ全然慣れていません。困ったことがあれば Google でしょっちゅう検索をしています。ただほとんどの場合検索をすれば丁寧に解説してくれているサイトがあるので、何か問題が生じたとしても検索をすればほぼ解決すると思っていいです。続いてハードウェア的な部分でお話ししたいと思います。こちらは正直 Windows のノートパソコンの方が圧倒的にハードウェア周りは良いと思います。まずこの M1MacBook Air はサンダーボルトポートが2個、3.5mm ジャックが1ポート、すべてのポートを足しても3つしか周辺機器を接続する場所がありません。しかもこの2個のサンダーボルトポートのうち1つは充電にも使用するので、給電をしながら使うならば拡張ポートは実質1つしかありません。これらを解消させるにはハブ、ドッキングステーションといったものを別途用意する必要があり、僕もサンダーボルト互換の USB-C ハブを一つ購入しました。このハブについては以前の動画で軽く触れているので、よかったらそちらもご覧ください。拡張できないなら全然良くないじゃんと思われるかもしれませんけど、拡張性のなさをカバーしてくれるすごいポイントもあるんです。Mac をお使いの方ならすでにご存知だとは思いますが、Mac は iPhone などの Apple 製品との連携がとてつもなく素晴らしいです。よく使う機能として、まずは AirDrop。iPhone で撮った写真をさっと Mac に転送なんてことは朝飯前で、動画などの重たいファイルも高速に転送することができます。それなら iCloud ドライブでもよくね
と思われるかもしれませんけど、iCloud ドライブで大容量のファイルをやり取りするには、有料の契約をしておかなければいけませんし、AirDrop の手軽さは本当にすごいと思います。あと、これもものすごく便利な機能として、ユニバーサルクリップボードという機能があります。簡単に言えば、Mac でコピーした文書などを iPhone で貼り付けができる機能です。Mac で検索をして調べた URL を iPhone で貼り付けたい、そんな時に使っています。そのちょっとした機能が超絶気に入ってます。そして、これもやばいなと思ったすごい機能があります。それは M1 チップを搭載した Mac、つまり僕の M1 MacBook Air では一部の iOS アプリが使えるということです。実は僕が M1 MacBook Air を買った一番の理由と言っても過言ではない部分なんですが、これまで僕が動画編集をしていた機材のメインが iPhone で、iOS アプリの LumaFusion というアプリを使っていました。もちろん LumaFusion は今でも愛用しているアプリなんですけど、それが M1 MacBook Air でも使えるというのはかなり大きいなと思いました。LumaFusion のテンプレートファイルなども頑張れば M1 MacBook Air に移動できますし、簡単に言うと iPhone と Mac で同じアプリケーションで作業ができるというのは僕の中で一番大きなメリットだと思っています。それと忘れていましたけどもう一点、M1 MacBook Air はノートパソコンとしてのバッテリーの持ちはかなり良いと思います。外に持ち出して動画編集をしていても 3,4 時間はぶっ続けで作業してもバッテリーが意外と残ってるなという印象でした。例えば出張などで丸1日使う場合なんかは高出力のモバイルバッテリーがあれば外でも充電を気にせず使えると思います。あと、高負荷の状態でもあまり本体が発熱しません。例えば動画を書き出している時なんかも静かに動いてくれている点は地味にありがたいところですね。それでは今回の動画のまとめです。M1 MacBook Air を約半年間使ってみた率直な感想は、本当に買ってよかったなと思いました。完璧とは言い難い部分もいくつかありますが、Mac ならではの iOS デバイスとの連携は素晴らしいですし、もし僕が点数をつけるとしたら85点といったところでしょうか。パソコンといえば一般的に Windows というのは僕も否定はできませんが、Mac には Mac の素晴らしさが十分にあるということをこの M1 MacBook Air から教わった気がします。さて、今回の動画はいかがだったでしょうか。きっとここまで見てくださってる方は少ないと思うんで、ここで僕の心境をお話ししたいと思うんですけど、ナレーションがめっちゃ疲れました。でも今回の動画を作ってて、いつもと違う楽しさを味わうことができたので、また機会があればこういうテイストの動画もアップしてみたいと思います。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。